YouTube をご覧の皆さん、みつやです。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、今回はバタフライナイフを始めようステップ2ということで、バタフライナイフを始めようステップ1を見て、バタフライナイフ、バタフライトレーナー買ったよっていう方が、練習を始めるときにどの技から練習を始めたらいいかわかんないっていう方多いと思います。なので今回は自分がこの順番で覚えたらいいよといったものを独断と偏見で解説していこうと思いますので、ぜひ参考にしてみてもらったらと思います。バタフライナイフの技ですけれども、いろんな技が存在します。なので人によっては簡単だと思う技もあれば、難しいと感じる人もいると思います。なのであくまで自分が推奨する順番になっていますので、全然順番前後しても構いません。あくまで参考程度にいろいろ練習してみてもらったらなというふうに思いますね。それで順番を紹介していこうと思います。詳しい技の解説動画は別で上げてますのでね、ぜひ参考に見てもらったらというふうに思います。一つ目の技、ホリゾンタルオープン、ホリゾンタルクローズになっています。映画やドラマでバタフライナイフが使われる時に一番よく使われているオープンの仕方ですね。バタフライナイフ初心者の方から上級者の方まで幅広く使う技になっています。回転させることによって派手なんですけれども、すごく簡単にできる初心者向けの技になっています。基礎中の基礎ですので、まず最初に絶対覚えておきましょう。簡単に説明すると、こちらのナイフの刃がついてない方についているハンドル、セーフハンドルを持った状態から振ります。手首をくるっと返します。指先を広げて、振り上げて、完成となりますね。二つ目の技、トゥイルになりますね。フィンガーワーク系と呼ばれるこういう風に指をカチャカチャ動かすような練習の技になるんですけれども、それの初心者向けのすごく簡単な技になっています。簡単なやり方を説明すると、こちらのセーフハンドル、ナイフの刃がついてない方についているハンドルを持った状態から振ります。ブレードとハンドルの間に人差し指を入れて、軽く挟みます。そしてこちらに振りながらハンドルをこのように持ち替えて、振り上げると完成となりますね。三つ目の技、リストパスといった技です。この手首をくるっと返してブレードを閉じたり開いたりするような技になっています。この技自体もすごくよく使う技になるんですけれども、何よりこの手首を使う、この手首をくるっと返す、このリストを使った動きです。この技なんですけれども、他のこういったロールオーバーだったりとかっていった難しい技をやるときに同じようなこの手首を返す動きをします。その基礎となる技になっていますので、すごく重要な技です。こちらもぜひ覚えておきましょう。簡単に説明すると、セーフハンドル、ナイフの刃がついてない方についているハンドルを持った状態のまま振ります。手前にブレードとハンドルを引きながら手首をくるっと引きながら返します。そしてこのような状態になったら、親指をパッと離して、ぐっと捕まえると完成となりますね。4つ目の技、クイックドローになります。その名の通り、クイック、素早く刃をしまったりオープンしたりすることができる技になっています。一番シンプルに素早くナイフのブレードを開閉することができる技になっていますのでね、基礎となる技です。ぜひ練習しておきましょう。やり方としてはこちらのセーフハンドルを持った状態のまま、このように持って振り上げながら、ナイフのハンドルをこのように一瞬で持ち替えます。あとは振り上がってきたハンドルを捕まえたらキャッチとなりますね。この技ですけれども、振り上げながら持ち替えるという一瞬でパッとこのように動く必要があります。なので結構練習が必要かとは思いますけれども、この練習はね、すごく重要になってきますので、
覚えておきましょう。5つ目の技、フィギュア8です。その名の通り、8の字を書くように手首をスナップさせる技になっています。このように8の字を書くように手首を動かしていきましょう。これを滑らかにぐるっと動かすようにしてあげると、このハンドルが手に当たらないようになりますので、これを当たらないように滑らかにもう一つのハンドルの方をぐるっと8の字を書くように回してあげるのがコツになっています。やり方としてはこちらのセーフハンドルを持ったまま、このように持って、まず斜め上に振ります。ぐるっと返して、次手前に振り下ろします。振り下ろしたらぐいっと手首を返して、持ち替えて振り上げるという技になっていますね。6つ目の技、バーティカルオープン、バーティカルクローズになっています。すごく単調な技で振り上げる、振り下ろす、振り上げるといった縦の方向だけの動きの技になっています。すごく単調な技なんですけど、こちら6番目にした理由を解説していきます。よく勘違いしている方が手首を動かさずにただハンドルだけをこのように振り上げている方がいます。このように振り上げてしまうとハンドルが指だったり手の甲にこのままバンと当たってしまって単純に手の甲が痛くなります。僕たちはこのように手の甲がすごく硬いわけでも何でもないです。ただ振り上げるときに手首を使ってこのようになってますので、ハンドルがこのような状態だったら当たっても痛くないので大丈夫なだけです。これを手首を使わずにただこのように振り上げてしまうと手の甲が痛くなります。この技をやって手の甲が赤くなったとか痛くなったっていうコメントを多数見かけますけれども、それはやり方が間違えています。手首を大きく使って振り上げる、振り下ろす、振り上げるといった形で手首を大きく使うようにしましょう。この技6番目にしている理由は、それまでに手首を使うといったところを覚えてもらってからこの技を練習してもらいたいからです。こちらのセーフハンドルを持ったまま振り上げながら手首をぐっと反らします。このような形です。そしてそのまま次振り下ろします。ハンドルを持ち替えて振り上げます。これで完成となりますね。7つ目の技、ザ・スイングになっています。この感覚を覚えるのがすごく大事かなと思うんですけれども、このハンドルを強く親指と人差し指でギュッと強く握ってしまうと、このように振った後にどうしていいかわかんなくなってしまうと思います。バタフライナイフっていうのは強くグッと握ることがあんまりない技が多いです。なので軽く持ってると勝手にナイフが自重で回転してくれますので、この回転したナイフをグッと振り上げるっていうような技になっています。この軽くバタフライナイフを取り扱うっていった感覚をこのザ・スイングで練習してみてもらいたいなというふうに思います。またこれができるようになったらそのままロールオーバーにつなげるとファンロールオーバーといった技にも進化しますので、後々役に立つ技になっています。簡単に解説すると、このようなセーフハンドルをこのようにペンを持つようなペングリップの状態から斜め下にこのように振ります。で、強くグッと握らずに軽く持ってるとナイフがこのように重みで勝手にくるっと下に回転しますので、回転した後ちょっとこのように持ち替えて、そのままこのハンドルをグッと振り上げると完成となりますね。コツとしては強く握りすぎないこと、軽くナイフを持ってあげるとこのように滑らかにできると思います。
8つ目の技、バックハンドスクリュードライバーになっています。バックハンド、つまり逆手ですね。このように逆で持った状態でやる技になっています。このバックハンドスクリュードライバーが一番簡単なバックハンドの技になっています。ぜひ練習してみましょう。やり方としてはこちらのセーフハンドルを持った状態から斜めに振ります。軽く持ちましょう。斜めに振ると自重でナイフが勝手に回転してきます。回転してきたらこのように手を広げてナイフのハンドルを振り上げると。そうすると完成となりますね。9つ目の技はベーシックリバーサルになっています。この技ですけれども最初の方に解説したこのホリゾンタルオープンの状態から順手から逆手にこのようにグッと持ち替える技になっています。ダイナミックな動きになっているので見た目が派手ですけれども難易度はそこまで高くありません。ぜひ練習してみましょう。やり方としてはこちらのセーフハンドルを持った状態のまま振って手首を回します。このような状態になったらハンドルを中指と親指と人差し指でこのような感じに持ちます。持ったらそのまま手前にぐーっとこのナイフを倒してきます。そうするとナイフがこのようにぐっと回転してくると思いますので、回転してきたらパッと持ち替えてこのハンドルをぐっと振り上げてキャッチすると完成となります。10個目の技、ロールオーバーになっています。やっぱりこの回転系の技ですね。バタフライナイフといえばこれみたいなところはあるかと思うんですけれども、このロールオーバー、つまり回転させる技ですね。これが最後の技になっています。これが多分一番難しいと思うんですけれども、やっぱりこれができるようになるとすごくバタフライナイフが楽しくなってくると思います。ぜひ練習してみましょう。やり方としてはこちらのバイトハンドル、ナイフの刃がついている方についているハンドル、こちらのハンドルを持ったまま手前にグッと振ります。グッと振るとこのように親指が挟まれますので、このような状態になったら人差し指をパッと離しましょう。そうすると勢いでナイフがこのように親指周りを回転してきますので、こちらのセーフハンドルをグッと捕まえます。そうするとこのように振り下ろされると思いますので、振り下ろされたらパッと親指を離して振り上げると完成となりますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はステップ2ということでバタフライナイフ、バタフライトレーナーを買ったよっていう方がまず最初に練習してみてもらいたい技10種類を紹介していきました。人によっては簡単ですぐパパパッとできるようになった方もいればすごく時間かかる方もいるかとは思いますけれど、人によってね成長度合いは違うと思いますので、自分がね楽しくこのバタフライナイフをね遊んでもらえたらというふうには思いますので、ちょこちょこ練習してみてもらえたらというふうに思います。あと練習する時の注意点ですけれども、やっぱりこういったクッションだったりとかっていうようなところで練習してもらいたいです。っていうのもやっぱりこの練習してるとバタフライナイフをポトッとこういう風に落としたりすることがあると思いますけれども、クッションの上だったらいいですけれども、普通にそのまま地面にバーンとナイフが落ちちゃうと、ナイフの刃こぼれだったりとかナイフ自体に傷がついちゃいますし、床にも傷がついちゃいますので、できたらこういう風なクッションだったり布団の上とかで練習をするようにしてください。それから屋外で練習をすることもやめましょう。ナイフももちろんですし、トレーナーも傍から見るとナイフ持ってる人がいるっていうことで警察沙汰とかになったら大変なことになってしまいます。なので家の中でクッションの上とかでぜひ練習をしてみてください。今回紹介した10種類の技できるようになったよっていう方はですね、次ステップ3ということで次この技をぜひ覚えてもらいたいといった動画をまた出していこうと思いますのでそれまでに今回紹介した10種類の技全部できるようになっておいてもらえたらすごく嬉しいです。ぜひ頑張ってみてください。はい、じゃあ今回ですね、こんなとこで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。